今急に雨降ってきて。 J です。今回は2月、雨季のバリ島10日間の旅。まずはウルワツ観光とジンバランでイカンバカール。意外と晴れてる雨季のバリ島を楽しみました。意外とものすごい。成田空港に着きました。これから雨季のバリ島へ行きます。今日本では2月で真冬なので、ウルトラライトダウンとかでなるべく寒くないけど向こうでかさばらない格好をしてます。雨季のバリ島はどれぐらい楽しいかなっていう。はい、バリ島着きました。久しぶりであんま覚えてないけど南国ですね。でもやっぱり曇ってますね。今知り合いの現地の、人と待ち合わせをしています。向こうも撮ってる。向こうも撮ってる。こんにちは。すごい久しぶり。久しぶり。コンビニで使えるの。お店使える。これ今雨季ってどんな感じですか？雨めっちゃ降りますか？降りましたね。僕もそろそろあれですよね。夏季に、雨が少しずつね。じゃあだんだん雨季収まってきてるんだ。はい。なんか年末年始がすごかったって聞いて。そうですよ。一緒だった。水浸しの動画見たけど。そっか、それはもう収まったんだ。もう平気なの？もう大丈夫です。あ、じゃあよかった。よかった。じゃあいい時来たじゃん。バリ島の雨季は11月から3月までですが、2月くらいになるとだいぶ降水量も収まってくるようです。ホテルに着いたみたいです。あ、本当だ。ボタンも立ってる。サイオンさん。こちらのホテルにした理由は空港から近かったこと、そしてスイートルームが安かったことです。スイートルームなんですごいことになってます。すごいよ、スイート。この部屋がなんと2泊で22,780円。プールを見下ろせるバルコニーですね。さらにテラスにはこんなくつろぎスペースも。バスルームもとても広く、あ、トイレか。このクローゼットはバスルームからもリビングからもアクセスできて便利でした。リビングにはウォーターサーバーがあり、アメニティも充実していました。近くのワルーンに行くことにしました。ここにフードコートのようなものがあるとイーシに教えてもらいました。あ、ナシゴレンもあるし、イカンバカールもあるんですよ。イカンバカールいいね。焼き魚ね。焼き魚もあるし。あとコーラ。コカ・コーラ。バーフィッシュ。ありがとうございます。久しぶりね。とりあえずインドネシアのビール、ビンタンを注文。ウダンサウスパダン。ウダンはエビのこと。パダンという地方の料理です。パダン風。料理、そうですね。パダン料理。こちらはスープイカンドリー。カリマンタン島の魚のスープ。すごいこれ甘い味付け。うまい。ケチャップっていうかトマトの。ものすごいインドネシア感。外アヤムが一番好きなんだよね。あ、外アヤムが好き。ああ、なるほど。バビグリンも好きだった。食べるのうまいね。バビグリンはバリ料理。バリ料理です。バリ料理。ジャワ島の人は豚食べない。こちらはイカンバカール。魚はハタです。これもちょっとケチャップ味かな。本当だ。いや、辛い。これ合うね。だってこういう味の魚食わないもんね。味付けがね。ナシゴレン来ました。こちらは名前はわからないけれどイカ料理。こちらはアヤムニャニャ。ニャニャ。ニャです。アヤムニャニャだ。あ、そう、アヤムニャニャ。そう。バリの鳥料理。アヤムニャニャ。ニャニャ。アヤムニャニャ。ニャニャうまいよ。いや、うまい。ニャニャうまい。この汁大好きだと思う。何秒かな。あ、めっちゃうまい。一番今日一うまい。急に夏に来た感じするな。で外で飯食ってヒーヒー言う暑いっつってさ、ね、なんか食べるのないかな。健康にいい感じ。そうだ。こちらは S の頼んだマンゴースムージー。タイのマンゴースムージーを想像してたら色が薄い。この上のやつは
ミニマンゴー。これチーズみたいなココナッツっぽいんだけど。ココナッツか。チーズだ。チーズなんだ。チーズ入れんの。こっち独特じゃないですか。美味しい。フルーツサラダ。サラダ感が出る。甘じょっぱくて俺のめっちゃ好みの何かな。全然ハマってない。全然ハマってない。お会計は39万5000ルピア、1人1200円くらい。安いですね。ごちそうさまでした。朝のウォーターマークホテル。すごい都心だけどなんか鳥の声とか聞こえていいね。暑いね。今朝9時ぐらいなんですけど、ホテルの周りを歩いてみようかなって思います。あ、外アイアム。あ、本当だ。もう最悪ここで食べればいいんだ朝ごはんには外アイアムちょうどいい。わあ、なんか朝ごはんのいい匂いがするね。やっぱこの神様感っていうかヒンドゥー感がバリは圧倒的に占めているから、その雰囲気は変え難い。これもなんかこれは学校っぽいね。学校か。これすごい珍しい。もう世界中にもあんまり見たことないけど、ガソリンってバイクのガソリンここで入れるの。おお、海だ、海。急に海に来ました。うわ、海だ。このジンバランのビーチは夕日が美しいことでも有名で、たくさんのイカンバカールレストランが並び、夕方からにぎわいます。あ、ブランコ。やれなくちゃ。ジンバライカンバカールってめっちゃ有名で、イカンバカールって言うと大体このことを指してる。朝ごはんを食べられるワルーンを探していたのですが、こちらは西洋風のカフェでした。せっかくなのでバリ島ならではのものが食べたかったため引き返しました。でもロケーションはとても素敵ですね。うわ、めっちゃ可愛いじゃん。いいですね。初めて見るんです。お水買いました。5000ルピーで3000お釣りが来て、ほぼ20円。結局先ほどの外アイアムのお店に戻ってきました。あ、ここでね。人気ですね。青い卵がいい。あ、本当だ。どうやって食べるのか。フリーコンテンツみたいに置いてあるね。ちょっと歩いたらもうすごい疲れた。ね外アイアム。鶏のスープ。いいけどなんか出汁がすごい独特で塩味が効いててめっちゃ大好きなの来ましたね。うわ、麺が青い。青麺。なんかこう日本で手に入んないものが入ってるんでしょうね。そうだよね。うん。スパイスっぽい感じもカレーとまで言わないんだけど、うん。なかっためっちゃ。とりあえず勘でちょっとでかいお金を出すと盛られる感があるんで、いくらか聞けばいいの普通に。こういうのはね、知ってる感出すのが一番いい。そうなの。339だったので500円で足りたってこと。足りましたよ。400円ぐらいだった。ごちそうさま。お疲れ様。ごちそうさま。400円ぐらいだったってこと。500円ぐらい。待って。どこに座る？あっちだよね。あっちだね。はい、プールに来てみました。暑いんだけどなんか風が涼しいというか、曇ってるんだけど日差しはあるというかっていうお天気ですね。マンゴースムージー頼んで、なんか映えるやつが来るかと思ったら、俺も映えるやつ。割とマックのシェイクみたいのが来た。映えなかったね。映えなかった。
でも美味しい。美味しいちゃんと。普通に美味しいねちょっとマンゴーが青いんだねこっちはちょっと青臭い色もさすごいマンゴーって感じの、まあ、でも爽やかで美味しい。確かにこうして遊んで午前中仕事してあとのんびりしてるかいいね。安いビラとかだったらそうそうそう1ヶ月ぐらいいる、リスさんがバビグリーンを買ってきてくれました。ちょっと小腹が空いたので。小腹っていう量じゃなかったわ小腹って量じゃなかった。2人で1個でよかったぐらいですけど本当。おお、こんな風にご飯だちゃんと。うわうわ。あ、ちょっと大変すごい。普通に普通に美味しそうだけどでもこうやって食べるんじゃないそうやって食べるの。わかんないけど本当は皿に盛るのかもしれないねバビグリーンって豚のね、まず豚をなんか揚げたようなやつ。あ、でもうまい。この油がめっちゃうまい。やっぱ揚げた豚ってうまいよね。エディさんですはい、エディさんが迎えに来てくれて、エディさんの車で行きます。エディさんはツアーガイド。これからゲットヨアガイドのツアーでウルワツに向かいます。ちなみにツアーはケチャックファイヤーダンスショーとウルワツ寺院入場。2人で11,434円でした。ありがとう。ありがとう。Terima kasih. Makasih ya. Makasih ya. Sama-sama. Sama-sama ya. ウルワツ寺院に行く前にルワックコーヒーのカフェに行くことを提案され行くことにしました。ウルワツでコーヒーを。Do you like kopi luwak? Yeah. Yeah. You like? Okay. ほらジャコーネこのああ、なるほどなるほど。Chicken. マリコピのカフェに連れてきてもらいました。こちらはウブドなどにもあるコーヒーハウス。バリ島名物のルワックコーヒーの生産過程を見学したり実際に飲んだり買ったりできます。なんか素敵な。Okay, welcome to Lumung Sari. Jako neko kohe. じゃこう猫。知ってんだ日本語ルワックとはジャコウネコのこと。コピールワックとはジャコウネコの糞から採したコーヒー豆なのです。Because here we have two kind of coffee. We have Arabica and then the Robusta. ロブスター Yes. For the Robusta like this. これいくら And the アラビ Arabica カ種とロブスター種があるあ、いた Yeah, this is luwak. Nocturnal. Active at night. Daytime they sleep. Night they are going. 夜行性なんだ。チキン。Berapa kunci? うんちジャコウネコはコーヒーの果実を食べ豆だけ消化せずに排出するのですが消化酵素や腸内細菌で発酵し独特の香味が加わり高級な豆になるのです。 We have like a mangosteen. マンゴスティン We make a tea from the ukong. Ginger. ああ、ロースト。ここでローストするんだ。ああ。 Let's You're try. doing only by hand, not machine. Not machine. おお。そしてこちらで実際にコーヒーやティーをいただきます。ジャコウネココーヒーは55,000ルピア。それを頼むとなんとこちらの飲み物もすべてトライできるとかというわけで頼んでみました。それスペシャルコーヒーすごいすごい。これでエデすごいわ。ィが写真撮ってくれる Smile. 1, 2, 3. そしてこちらはコーヒー豆の売店。フルーツティーも売っています。結構すごいびっくり高くだよいくら？ 7000円とか8000円とかこれ1万円ぐらいするそんなんすんの？ちっちゃいやつならこれで4000円すんのあでもこれぐらいいいんじゃない日曜くて4000円のやつ4000円ならいいか。うん持ってきてくれる。ああ本当王様みたいな。やっぱ高いの買うと王様みたいな扱いしてくれるウルワツ寺院に来ました。ちょっと猿がいて帽子とか取られるよって言われたんで帽子は車に置いてきました。あ、これを Balinese traditional costume.
costume. Because you're wearing long, this one no need. ユニ For you, need this one. Okay. This is we call sarung. サル Yeah, like a pali, like a kimono. I'll get the ticket. あー OK。エディさんがチケットを買ってくれますが、で普通に来ると5万ルピア。Welcome to Uluwatu Temple. Yeah? ここはバリ島六大寺院の一つ、ヒンズー教のお寺です。Was built in 11th century. 11th century Like around. What is the famous from here? Monkey number one. エディ曰くここの猿はクリミナルモンキー。気をつけないといろいろ取られるみたいです。Monkey will take anything, like a hat. ここにもいる、ここにもいる。ペットボトル持ってる。 Nice. これだから奪い取ったんだよ。そう怖っ。あ、綺麗。おお。 2番目の名物はこの絶景。そうだね。ちょっと見れそう。今日は曇りで残念ですが、晴れると美しい夕日が見られるそうです。そしてこの高さ70メートルの断崖絶壁には海の精霊を祀った寺院が佇んでいます。上まで登ってみることにしました。こっちが店舗なのか。あ、本当だ。ああ、すごいね、テンプルだね。テンプルだ。こういう風光明媚のところにテンプルを作ったんだねウルワツ寺院は南と北に大きな門があり、ヒンズー教徒以外は中に入ることができませんが、象の頭の彫刻などバリ島らしい建物、装飾を見ることができます。おお、ビューティフォわー。ベリービューティフォー。こんな撮ったんだ。わあ、ビューティフォー。これはビューティフォーですね。よかった、来て。これはすごいわ。あ来て、よかった。これはすごい。なるほどね。なるほど、有名なわけだ。Too bad monkey. ちょっと No good monkey. あ、入っちゃった。すごい瞬間を見た。何ある？ Hat. 猿の仕業かな。猿の幸せだ。帽子の100%猿の仕業。立ち塞いでる。下げて。すごい。 Monkey? モンキーバードル。モンキーがすごいことになってます。本当クリミナルモンキーだな。クリミナル。 Criminal monkey. いや With the glasses. すごい、もうグラスを破壊し尽くしてかじりついている。あ、 Only one white Only monkey. one white monkey. え、すごい。 Albino. Albino monkey. あ、あれか。アルビノのモンキーが。 Red eye? 猿もアトラクションの一つ。そうだね。猿に奪われないように歩こうみたいな。ちょっと日が落ちてきて、夕日見えそうな感じもありつつ、これからケチャックダンスの方に向かいます。エディは入れないからどっかで待っていてくれるそうです。そう、この寺院の名物の3つ目はケチャックダンスです。ケチャダンスはバリ古来の土着宗教である太陽崇拝と海から魔物が陸に上がってこないように祈る儀式が発展したもので、現在はラーマヤナ物語に取り入れられ舞踊劇に創作されました。ラーマヤナは古代インドの女子詩で東南アジアにも広がった物語。スーパーマリオブラザーズみたいな魔物にさらわれたお姫様を奪い返すっていう話ですよね、多分ね。第1章は王子のラマと妻のシータがジャングルをさまようシーンから始まり、なんやかんやあってラマの敵ラーワナにシータは誘拐されてしまいます。これ
悪いやつかな。鹿が悪いやつ。第2章では囚われたシータのもとにラマが送り込んだ白猿の将軍ハヌマンが登場。このハヌマンが人気キャラ。観客席に乱入して舞台を盛り上げます。その後なんやかんやあってハヌマンは生きたまま火の中に入れられてしまいます。この火の演出は幻想的で美しいですね。最終的にはラマがラーヤナを弓で倒し、善は悪に勝つということで、めでたしめでたし。結局夕日はあんまり見れずでしたけど、面白かったですね、舞台自体は。ジンバラに戻ってきました。そしてガネーシャっていうレストランに連れてきてもらいました。ホテルから近くで海辺ですね。海辺いいな。ここで本来は夕日を見ながらイカンバカールを食べるのがまあ醍醐味なんですけど、でも夜もいいね。夜がいいね。うん。朝来た場所が今こんな感じになってます。ビンタン。ラージビンタン。魚は自分たちで選ぶっていうスタイルです。これがレッドスナッパー。4、2、2、タイガープランはどう？タイガープランこれ？かな。Patung plastik yang bermain nih begini. どうぞ。イカ天ぷらを焼く。天ぷらがいい。天ぷらいい。エビ焼く美味しいね。辛い辛くない。ちょっと辛いね。ミディアム。ご飯野菜全部捨ててる。ビンタンビール来ました。はい、お疲れ様。これがレッドスナッパーだよね。これはイカです。イカだ。天ぷらです。ソースが来てます。何かわからない。それぞれちょっとうまいや。炭火焼き味がうまいんだ。網音を聞きながら。そうだね。風も気持ちいいし。だからそういうの好きな人には音楽は騒音でしかない。そうね、音楽いらない。しかも西洋の音楽いらないんだけど。なぜか花火が上がってます。個人の花火、何？プロポーズかな。なんだろうね。今急に雨降ってきて、なんか急に退散してます。皆さん退散してる感じ。もうこれでチェックしちゃおうか。急に降ってきたね、本当に。これが雨季か。食べ終わった後でよかった。本当だね。ほら、こっちの人はこうなる。こっちに、なるほどね。雨の場合はちゃんと室内で食べられるようです。お会計は1人4000円ぐらい。ごちそうさまでした。ものすごいことになってます。食べ終わるのを待っていてくれたエディにホテルに送ってもらいました。エディのガイドはとても良かったので、次の日ウブドまでのドライブもお願いしました。バリの旅はまだまだ続きますが、それはまた次の動画で。